樽というのはウイスキーにとって一番重要だと思うんですよ。樽の熟成で本当に味わい方、香り、味わいっていうのが全然変わってくるんですよね。でその中の方向性を決めたり熟成具合を測っていくのが本当に樽でしかできないので、樽っていうのは本当にウイスキーの大元になるかなと思ってはいるんですよ。私は株式会社ベンチャーウイスキーの永井健太と言います。会社で、樽職人をやっております。樽職人のお仕事としては樽のメンテナンスおよび新しい樽を作っていく作業を行っております。日本だとどうしてもウイスキーの中の樽ってそんなに知名度があるわけでもないですし、そんなに発展してるわけでもない、本当に需要は少ないところなので、日本にある樽工場って言われてるのは自社を含め5つしかないです。だから社会にいないと本当に学べない、接することがないような状況です。ここができた時にやっぱり全部を自分たちでやりたいっていう思いがありまして、楽しみながらやりたいっていうのと、あと自分たちのやっぱり美味しいウイスキーを作りたいっていうので手を抜きたくないっていうのが強いですね。木を切ってから6年間はウイスキーにはならないですよね。丸太を切ってから3年乾燥させ、樽にしてから3年熟成してからウイスキーになるんですよ。ここで作ってる樽に限っては、ミズナラを使用した樽になります。どんぐりの一種なんですよ。寒い地域に生息してるんですよね。日本だと北海道、東北以上のところに生息が多いんですよ。で一応秩父にもあるんですけど、800メートルか1000メートル以上の高いところに生えてるんですね。最初から言えばミズナラの原木から買い付けに行ってるんですね。で北海道にあるミズナラの名木市という、入札市があるんですよね。でそちらで、ミズナラの原木丸太から買い付けて、それを製材してもらったりとかで、樽にする過程としまして、普通に角材から、機械を通して長さ合わせて削って、樽の形となる一番大元になる真ん中が太く横が細いサイドが細い材料を機械で削っていく。それを組み立てることによって樽になっていきます。他にもホワイトオークだったりスパニッシュオーク、フレンチオーク、ヨーロピアンオークっていういろんなオークがあるんですけど、ミズナラっていうのは日本にしかない木なんで、それぞれ味わいがやっぱり材料によっても変わってきますよね。その中でミズナラっていうのは本当に日本固有の木で独特な熟成になってきます。やっぱりよく言われてる白檀とかキャラっていう香木系なニュアンスの熟成になってきますね。味わい的には重い蜂蜜のような、焦がした蜂蜜のような、あと香木線香のようなニュアンスも取りますね。ミズナラっていう材料でしか出せない味わいっていうのはやっぱり一番魅力ですね。いろんな差別化を図るためにもいろんなことをしていかないといけないと思うんですよ。でその中の選択肢としてミズナラの樽の熟成っていうのは選択肢の中にあってもいいのかなと思いますし、やっぱり日本にしかできないような、日本だったらミズナラだっていうような風に捉えてもらえたら私としてはありがたいです。一番の大事な作業工程としまして、内側を焼く工程なんですよね。内側に火を入れることによって中の方が炭素化していくんですよね。その炭になって、その炭が熟成している間に嫌な成分を吸着してくれるっていう意味合いがあります。それプラスひび割れを起こして、焼きの割れを起こして木の中まで液体が染み込んでいくんですね。その染み込むことによって木の内側から奥から
成分を引っ張ってきてくれるという熟成が進むという意味合いもあるので、一番の焼きの工程っていうのが一番重要ですね。水をかけることで蒸しながら曲げていく。で焼きが均等にいくように、やっぱりどうしても火が全体的にいくわけじゃないので、どうしてもばらつきが出るので、そのばらつきを抑えるためにも水をかけながらやっております。樽に対しての思いというのは自分勝手な考えですけど、ブレンダーだったりお客さんだったりっていうのと自分の中で勝負してるつもりなんですよね。熟成ってウイスキーにとって大事って先ほども言ったんですけど、その中で樽ってやっぱり自分たちが携わってる仕事なんで、その中がそれでできた原酒が美味しいって言われるのが一番嬉しいんですよ。でその中でお客さんから美味しかった、ブレンダーからこの樽の原酒はすごい良かったって言われるのが一番嬉しいことなんですよ。だからそこの思いを超えるのが自分たちの仕事だと思ってるんですね。いやこの樽すごかった、すごいいい原酒ができたって思われることが一番嬉しいことなので、そこを今思いながら樽は作ってますやっぱり若い子たちにもわからないことだらけなので、一からやっぱり教えていかないといけないっていうのがあるので、だから自分が知っていることは全部伝えていく思いです。本当に自分に満足しないことをずっと意識として持っててもらいたいなと思ってます。やっぱり技術なので、どっかで自分の成長を止めてしまったらもうそこで終わってしまう。成長はまだできるんだという思いを持ち続けてもらいたいな。でそこで鏡板と言われる蓋の部分ですね、それをはめ込んで一応樽の形になります。一つの樽ができるのに形としては1日あればできるんですよ。私たちが使っている水ならっていうのはすごい漏れやすい材料なんですね。その漏れを止める作業っていう方がちょっと長くかかってしまうんですよ。材料によってまた変わってくるんですけど、プラス1日ぐらい。漏れを止める作業っていうのが一度1回樽を組み上げて、その中に水を1回張って漏れがあるかどうか確かめるんですね。で漏れがあると材料の表面から液が出てくるんですね。でそれはどうしても止められないので、材料をそのままその部分だけ交換します。新しい材に。でそれを漏れが止まるまで繰り返していきます。水ならっていうのがねじれて成長していく特性を持ってるんですよ。なのでねじれた材がたまに入ってるんですね。樽にした時に木の内側と外側をつないでしまう銅管っていうものがあるんですけど、その銅管の中がストロー状になってるんですね。空洞になってるんですよ。そこを伝って木の内側から外側へ液体が漏れ出してくるんです。やったもので8割方は漏れる材っていうのは分かるんですけど、やっぱ正確には分からないんですよね。で日本固有の木なので資源が少ないんですよ。その中でこれはダメこれはダメで作る前で判断してしまうと、本当に作れるものがすごい少なくなってくるんですよね。なので一度やっぱり組み上げて漏れる材を交換するっていうことを行ってます。水ならの樽だけ使うわけではないので、バーボンが入ってた樽だったりワインが入ってた樽だったりシェリーが入ってた樽っていうのを購入して中に原酒を詰めて熟成していってるので、水ならいっぱいできたらいいなっていうぐらいな一応目標値としては本当に100樽以上、年間100樽以上は作っていってはいます。
50年60年使い続けることができるものなんですよね。でも長く使ってると樽としての熟成っていうのが出てこなくなるんですよ。どうしても中の成分をやっぱり全部取っちゃって熟成しないような樽になってくるんですよね。そこが寿命なのかなと。だから50年60年ぐらいが寿命なのかなと思います。私自身もまだまだ未熟だと思ってます。技術も経験も知識も。なのでいろんなことを学びたいと思ってるんですよね。なので世界中に樽工場があっていろんな技術があってでそこで何か一つでも学べたら自分の中ではいいのかなと思ってるんですよ。もちろん世界中の技術を学ぶっていうのは多分不可能だと思うんですが、自分の知らないことを一つでも多く知りたいと思ってるんですよね。でその中で若い子たちにもその技術を伝えられたら大きな目標というか、本来自分個人としてやりたいことやりたい目標というのは水ならの管理をしたいんですよ。自分たちは水ならの原木を買い付けに行ってるんですけど、水ならを一から育ててそれが自分たちで育てた木が樽になっていくってすごい長い話なんですけどなんかそれできたらいいかなって会社としてだいたい今使ってる材料っていうのが80年から150年とかそれぐらいの材料なんですよね。でもそれだけの木を育てていくというかそれだけの木を購入していくっていうのはなかなか難しい状況になっていくと思うんですよこれから。なので今のうちから自分たちでできることがあればなとは思ってるんですよね。